11章祭りの後。ネレ島ホノルルから約100キロ。あなた方は正しい判断をしています。結構離れてんな。なぜならよこしまな心、魂、完全にビジネスするためだけの島だねこれ。それらすべてをパレカナの火は浄化できます。人の罪であれ核のゴミであれ。浄化したいのは核のゴミだけだろう。これからは皆さんも私のファミリーです。エビナもブライスもいるな。近い将来、あなた方の国、日本の政治家たちは新たなエネルギー政策に取り組めます。震災後止まっている原発は再稼働し、その関連産業すべてが潤うでしょう。つまりここにお集まりの皆さんはとても儲かる。途方もないほどに。恐縮です教祖様。核のゴミをお引き受けいただくことを日本人を代表して感謝します。大臣には昨日また原発再稼働への道筋を説明してやりました。すげえでけえな。ありがとう。あなたは日本経済にとって闇へ差し込んできた一筋の光、まさに救いの神です。大っぴらにはできないでしょうが、海老名さんにも敬意を。我々とあなた方の架け橋となってくれました。それはもちろん。右のおじさんよく見る顔だよな、モブキャラで。恐れ入ります会長。いずれはうちも表へ出られるよう組織を改革中です。今後ともご指導ご鞭達のほどよろしくお願いいたします。なんだ？失礼。皆さん、時間のようだ。大切な儀式がありましてね。それでは。Good news, Overseer. What is it? What is it? We've secured the girl. She's coming in on the next boat. And am I supposed to be impressed by this? Had you settled this sooner, I wouldn't have relied on Evina's help. できれば借りたくなかったんだな。 If there ever comes a day where he uses this against us, it will be your last. Dwight. There won't. I swear. 処刑か。You have all been chosen. Father Bryce has granted you the right of fire. Now, forsake yourself to the flames and save these lowly sinners. Keep going. Their impurities have not been fully purged. They are to be unspoiled, nothing less. 洗脳してるんだね。いや、ほんと許せねえよ。You have made me very proud, my children of Palikana. ほざけや。 Even if the world were to collapse into darkness, I'm confident your flames would light the way. 目覚まさせてやんねえとな。信者たちは悪くないからね。景色は最高。やってること最悪。まだいたのか。てめえが起きてたって何にもなりゃしねえぞ。
あ、よかった。ラニ。すまねえ、茜さん。俺のせいで。さすが。落ち込んでても仕方ねえぞ。上を向け。新規くせったらねえな。おい、ああ、やりすぎ。このまましょぼくれて全部手遅れになろうが、そりゃ俺の知ったこっちゃねえがな。桐生一馬の期待をこれ以上裏切るんじゃねえよ。その通りだ。託されたんだろうが、お前は。下向いてる時間なんかねえんだ。俺、どうすんだ。病すまねえ。目覚めた。ああ、よかった。ならちゃっちゃと動け。ことは待っちゃくれねえぞ。病サンキュー。仲間と相談ね。まずはトミーから。おっと、引っかかった。やっと茜さんたちを見つけたと思ったのに、全部持ってかれちまったな。花輪さんとウォンは残念だった。くそ。結局最初から俺らは奴らに踊らされてたってことかよ。まあそうだな。足立、厄介なことになったな、春日。わかるぜ。さすがに力が抜けちまったな。いや、そんなこと言ってらんねえよ。早くラニを追いかけねえと、命が無事かどうかもわからねえんだから。ああ。だが、そのラニを探すにもどっから手をつけりゃいい？せめて何か糸口がいる。そうだね。おじとおば、おじから行こうか。お前たちか。どうも。桐生さんを見てくださってありがとうございました。礼は組長に言え。俺は言われてやっただけだ。ぶしつけですが、先生はどうしてここに？俺だけじゃない。ここにいる奴らは皆組長に救われたんだ。救われた？うちにいるのはな、皆何かしらの事情で日本に居場所をなくした連中だ。そういう奴らが流れて、ここにたどり着いた。それを組長は黙って受け入れて居場所を作ってやっている。病も日本で殺しをやっちまったって聞いてます。ああ、組長はハワイに流れ着いた当初、本当に一人きりだったという。なのにマフィアどもが隙間なく支配するホノルルシティで単身縄張りを切り開いていった。その噂を聞きつけて、俺みたいな爪弾き者どもが組長を頼って集まり始めた。それが病一派の起こりだ。気になってたんですけど、病組じゃないんですね。なんで病一派なんです？厳密に言えばうちはヤクザじゃねえからな。え？そうなのか？富沢だったか？お前だって杯なんて交わしちゃいねえだろ。そりゃまあ確かに。子さんが病を組長、自分たちを組員と呼んでるだけだ。お前くらいの新参はその辺の事情も知らねえだろうけどな。ま、だからといって自分たちが清廉潔白なんて思っちゃいねえよ。やってること自体はヤクザと変わらねえからな。ほう。そうだったんですか。最初の頃は組長と呼ばれるのを嫌がってたけどな。もうめんどくさくなって修正する気も失せたようだ。好きにやらせてる。善悪はともかく、病が慕われてる理由がようやくわかりました。ありがとうございます。貴重なお話ありがとうございます。俺もつい喋りすぎた。病の株がどんどん上がりますね。はい、じゃあこのおばちゃん？何の用だい？うちの組長をあんな目に合わせたんだ。愛想よくはできないよ。そりゃそうです。病、ずいぶん人望あるんですね。いい男に惚れちゃ悪いのかい？まあ、好みは人それぞれっすけど。あの人はあんたしらに居場所をくれたんだ。さ、もう出て行きな。ここは病のアジトだよ。
愛想悪いな。病話そうか？ああ、俺の方でもバラクーダと感情に探り入れてる。運が良けりゃラニの手がかりがつかめるかもしれねえ。そうか。じゃあ、出ようかな。ちいちゃんいないな。なあ、足立さん。ちいちゃんはうん。どこだい？はあ、さっきまでその辺にいたけどな。どこ行った？おい、もしかしてあいつどっかにとんずらしちまったんじゃ？なんだと？いや、そりゃねえだろ。どういうことだよ。だってあいつエイジがラニを狙ってることも全部承知で俺らの仲間でいたんだぞ。うん。その裏切りが俺らにバレたわけだから逃げても不思議じゃね逆じゃない？でもちいちゃんは俺らを助けようとしてたろ。バレカナが来るって警告してくれたじゃねえか。俺らの仲間なんだってちいちゃんは。え。ならこれも覚えとけよ。ちいちゃんがもっと早くエイジのこと言ってくれてりゃラニは奪われなかった。いや、そりゃそうだが。花輪さんとウォンも殺されずに済んだ。責任感じてんだろう。気の毒だがよ、春日。トミーの言うことにも一理ある。何言ってんだ。足立さんまで早とちりだよ。ちいちゃんがとんずらなんてどうせその辺にいるんだからよ。責任感じて一人で行ったんでしょう。A ちゃんの元に。ちいちゃん。出ないよな。ダメだ。繋がらねえ。千歳とか言ったか。一人で出てったみてえだぞ。今下の門から知らせがあった。そうか。ちいちゃんが。おまけにうちの拳銃を持ち出してる。何？はあ？手癖の悪い。どうやって隠し場所嗅ぎつけやがったんだが。病、ちいちゃんが出てったってのはいつだ？銃が消えてるのは今さっき分かった。女が出てったのは30分以上は前だろうな。銃を持ち出したって、あいつもしかして一人でラニを取り戻そうと？マジかよ。でなきゃ銃は必要ねえ。そうだよな。あいつは多分エイジやパレカナのとこに乗り込むつもりだぞ。まったく危険だよ。いけねえ。ちいちゃんを追いかけよう。行くぞ。そうなるわな。そうなっちまう。おい、追いかけるって。ちいちゃんがどこに行くのか分かってんのか？わかんねえよ。とりあえず行くんだ。で、千歳のやつはどこ行ったと思うんだ一番。当てはねえけど、ひとまずキヨさんのとこだ。あの堀市のおばちゃんだな。そうだ。あの人ならちいちゃんが出てくとこだって見てるかもしれねえ。急ごうぜ。調子戻ってきたみてえだな。よっしゃ、行こうぜ。離脱ね、ちいちゃん。おばちゃんいるか？足が軽いぜ。行くぜ。ここだ。いるね。あんたたち。おばちゃん。どうも、おばちゃん。ちょっと気まずいよな。ラニをさらわれたって？茜さんも怪我させられたとか？もうご存知だったんですね。私ってやつはどれだけ人を見る目がないんだよ。すまねえおばちゃん。あんたたちにあの子たちを預けた途端、これか。そう言わねえでくれよ。それよりおばちゃんさ、千歳って子見なかったかい？俺らと一緒にいた。なんだい、あの子にも愛想つかされたのかい。そういえばさっきそこを歩いてったね。そうか。どこに向かって行きました？さあ、そこまでは。それに見かけてからもう随分経つよ。そうですか。どうする？千歳は今頃エイジを探そうとしてるはずだ。裏切りの仕返しか、ラニを取り戻すためか。どっちにしたっていずれはあいつのところに現れる。つまりってことはつまり俺らもエイジのとこに行けば千歳を見つけられる。そういうことだ。
いや、それが分かりゃ苦労しねえって。場所はわからんな、確かに。三人よれば文殊の知恵ってやつだ。どうだ春日。大道寺のセーフハウスは。エイちゃんはずっとあそこにいて花輪さんと一緒に俺らの動きを見張ってたんだ。何か手がかりを残してるかも。可能性はある。なるほどな。いいだろう、戻ってみるか。とにかく動こうぜ。まだ警察がいるかもしんねえが、それでも遠巻きに見るくらいはできる。そうだな。遠巻きに見たところでわかんねえような気もするけどな。しかし俺らちいちゃんがいねえだけでこんなむさ苦しい絵になるんだな。どうなんだこれ。いやもうどうしようもねえよ。いいんだよ、そんなことは口に出さなくったって。ああそうだ、みんなわかってんだよ。まったくよ、行きましょう。セーフハウスへ戻ろう。さあ戻ってきましたよ。これじゃダメだな。すぐにここを離れて正解だったな。札に捕まってたら身動き取れなくなるとこだ。それはそう。花輪たちの遺体はもう運び出されてったか。何にせよこれじゃ部屋に近づくのも難しいな。一番なんて職質されただけでアウトだぜ。パスポートもねえし、もう桐生さんとか大道寺のパーにも頼れねえ。さてそれはどうでしょうね。お前らは。部下たちか。なんだこいつら。忘れかもしれませんが、我々は花輪の数少ない部下です。指示を受け急ぎ茜さんたちの専用機を手配してたんですがね。まさかこんな事態になるとは。あそこで何があったかは室内の監視カメラ映像で把握しています。三田村英二がパレカナの内通者だったことも。そうか。そうか。花輪さんのことなんだけど。そのことでしたらあなたのせいじゃありませんよ春日さん。三田村に気が回らなかったのは我々の落ち度です。そう言ってもらえると。ただでさえアウェイのハワイであるにもかかわらず十分な人員が揃っていなかった。だからパレカナにばかり気を取られ他がおろそかになった。つまり今回の任務を過小評価した上の判断ミスです。そうだな。あんた。それにあなた方がいなければ我々は今も茜さんを見つけられませんでした。花輪のことを気に病む必要はありません。でもそんな言い方しないでくれ。ありがとうよ。それなりに大事なやつだったんだ。けどやっぱり俺に何の責任もねえとは思えねえ。だからこの始末は俺がつけるよ。あなたがそういう人だから我々も今ここにいるんです。どういうことだ。場所を変えましょうか。三田村英二という人物についてこちらで調べを入れました。そうか。何かお役に立つことがあるかもしれません。それをお伝えしたく思います。場所はどこだ。どっかにいい場所が。以前桐生さんが使っていたホテルの部屋へ。場所はご存知ですね。もちろん。我々は先に行っています。大人数で目立ちたくありません。確かに俺ら目立つわな。できた部下だな。なかなか気遣いのできる連中じゃねえか。花輪の教育が良かったんだろうな。だろうな。行こう。花は残念だったな。改めて行きましょう。はい、着きましたよ。来ちゃった。お待ちしていました。どうぞ。お邪魔します。もともとこの部屋を桐生さんに用意したのもあんたらだったんだな。いい部屋だよこれ。そういうことです。前もって桐生さんの病状を聞いてはいましたが、今回の任務がこうまで危険になるのは予想外だったんです。当初は茜さんを見つけ保護するという一点だけだったので。とりあえず座ろうぜ。じゃあそれで言うとあんたらはもう任務完了じゃねえのか。そういうことだよな。茜さんは病のとこで治療中だ。今すぐ迎えに行きゃいい。おかげになってください。やはり説明には少し時間がかかりそうだ。何？結論から言えば、大道寺の目的は
茜さんの保護ではなく、パレカナが血眼になって探しているものを横取りするということにあったようです。あなた方のおかげで今は茜さんといたラニがパレカナの探し物だったと理解しています。そうなんだ。じゃあ大道寺一派も病たちと似たり寄ったりってことか。そういうことよな。と言いますと、病たちも茜さんに何の価値があるか知らずに探してたんだ。理由はハワイの組織がみんなこぞって茜さんを追いかけてたから。でそいつを交渉のカードにして裏社会に食い込むつもりだった。なるほど。そうですね。状況はよく似ています。ただ大道寺の場合、茜さんを追う黒幕がパレカナであることは初めから知っていたようです。さすが大道寺。なんだって？これはここだけの話にしていただけますが、パレカナは日本政府にある取引を持ちかけてきています。へへ、もったいぶるじゃねえか。なんだいそのある取引ってのは。そこまで分かってんだ。原発から出続ける大量の放射性廃棄物をパレカナが引き取って処分すると。はあ？彼らの所有するネレ島には核のゴミを埋められる土地と施設があります。パレカナはそれを清流会のエビナを通じて日本政府に売り込んできたんです。エビナを通じて？核のゴミ処分がままならないのは万国共通。原発を動かしたい勢力の大きな泣きどころです。彼らにとってエビナやパレカナの申し出は渡りに船と言える。日本政府の主流派も大いに乗り気です。停止中の原発を動かす、新たに建造する、なんなら他国にも輸出して莫大な利益を得られる。しかし大道寺一派はどうにも話がうますぎると疑っています。確かに。そこには何か落とし穴のようなものがあるのではないかと。あるだろうな。落とし穴って何のことなんだ？それは分かりません。穴の仕掛け人にその隠し場所を聞いたって答えは返ってこないでしょう。だからパレカナの真意を確かめるには上辺の交渉ではなく深く切り込まないと。そのためには強力な交渉材料が必要です。そういうことね。じゃあその交渉材料が茜さんやラニってことか？ええ。大道寺の上が我々にここまで情報を落としてくるのは初めてのことです。花輪の死は彼らにも想定外だったんです。ちょっといいが、大道寺ってのは悪の組織みたいなもんなんだろ？日本の影の権力者です。かつてほどの勢いはありませんが。それがなんでハワイにまで人を送り込んでパレカナを調べるんだ？そっちにも何か真の狙いってのがあるんじゃねえのかよ。何か誤解されているようですが、我々にとっての勝利は日本の国益です。ただし闇雲に原発を動かす目先の利益よりも長期的な視野で物を見ます。パレカナのゴミ処分は確実に安全なのか、血税で賄うコストに見合うものなのか、将来においても正しかったと子供たちに誇れるか。国の舵を取る愛国者なら当然の懸念です。さすが影の権力者だな。じゃあ聞くがよ。もし俺らでラニを取り戻すことができたら、あんたらはどう動く？何よりもまずパレカナの手の届かないところで保護します。そのために専用機も用意していました。なら引き続きあんたらと俺たちの目的は同じってことだよな。そうだね。茜さんとラニをパレカナの手から守る。もちろんです。ですがそれもこの男の裏切りでご破算になりかけています。Aちゃん。ああ、そうだな。Aちゃんについて調べを入れたって言ってたよな。三田村英二。意外かもしれませんが、調べたところ本名でした。本名なんかい？もともとは東都新聞の政治部記者だったんです。新聞記者？ Aちゃんが分野？ええ。しかし5年前に会社から解雇されています。なぜ？理由は運転中に起こした人身事故です。はあ。人を引いたってのか？ええ。ただし三田村はヤクザにはめられたと供述しています。
具体的には当時警視総監と癒着していた荒川組の幹部たちだと。何？荒川？当時三田村は警視総監と荒川組の癒着の証拠を見つけるべく日夜取材を続けていました。荒川組が目障りな存在とみなす程度には優秀な記者だったようです。ですがそれが良くなかった。その日深夜まで取材を続け、疲れ果てた三田村が夜道を運転中、突然歩行者が飛び出してきた。いいじゃん。それが荒川組の仕業だって言ってるのか。それは本当っぽいな。証拠はありません。ドラレコの映像からは確かに歩行者の飛び出しは不自然な挙動に見えます。ですが裏を返せばそれだけのことです。まあな。被害者の男性は荒川組との関係を否定しています。幸い被害者が軽傷で済んだことと運転手の過失は軽度であるという判断から数十万程度の罰金の判決で済みました。ですが会社がそんな人間を雇い続けるかは別問題です。もし事故が荒川組の仕組んだことだったとして、判決に関係なく事故を起こさせた時点で狙いは達成してたってわけか。そうだね。荒川組が噛んでる証拠はないって話だったが、本当に何にもないのか。もし荒川組の仕業だったとして荒川真澄が噛んでいるとは考えづらいでしょう。目障りな分野一人組長がいちいち把握してるとは考えにくい。確かに。ただ沢城城がどうだったかは微妙なところです。奴ならやりかねないは我々としても見解が一致するところです。もしもだけどよ、もしエイジの言ってることが本当なら俺と一緒じゃねえか。マフィアだのヤクザだのにはめられて人生めちゃくちゃにされるってよ。確かに。A ちゃんも救えるってこと？それでその話がエイジの現在とどうつながるんだ。何かしら目的があって行動してんだろうな。新聞社を追われた三田村はある組織の活動に参加します。 NPO 法人ブリーチジャパンです。 A ちゃんブリーチジャパンにいたの？ A ちゃんがあいつブリーチジャパンにいたのか。ってことはヤクザに相当恨みがあるな。荒川組にはめられたと考える男がヤクザ根絶を標榜するブリーチジャパンに参加した。彼の内面は容易に想像がつきます。三田村はかなりの活躍を見せたようで、青木寮に見出され組織が解体されるまで東京地区の支部長についていました。確か久米が横浜支部長だったな。妙なところで因縁がつながったな、春日。でもわからねえ。何がだ？それだけエイちゃんがヤクザを恨んでるってんなら、なんで海老名とつるんでるんだ。あいつの歌う第二次大解散に騙されてるってことなのか。まあだから目的があるんだよな。今までの話を踏まえた上で、それでもエイジがヤクザと手を組むとしたら、理由はそこくらいしか思い当たらねえな。ヤクザ根絶のための苦肉の策ってところか。まあそうだろうな。いやでもそれは変だろ。何がだ？エイジが第二次大解散を信じてるってんなら、今あいつがやってることに何の意味があるんだよ。それはまだわからん。マフィア引き連れて小さい女の子さらって何がしてんだよって話じゃねえか。ああそうだが、もはや目的すら見失ったのか何なのか。エイちゃん本人に確かめるしかねえな。そうだね。だな。話を戻すぞ。海老名と手を組んだエイジはその後千歳のチャンネルを乗っ取ったってことか。記者として活躍するはずだった人生を取り戻したかったのかもな。それで告発系 VTuber なんてのを始めた。けどそのチャンネルも今や海老名の御用聞きだ。三田村はハワイにおける海老名の名代なんでしょう。バレカナの勢力もバックにつけています。ラニがこのまま見つからなければ我々の負けです。桐生さんの望みも花輪の死もつゆと消えます。そうはさせるか。そう言われてもよ、あの子がどこに連れて行かれたかわからねえ。それな。ちいちゃんからメールだ。おあいつなんだって？
画像1枚だけ？何？どっかの店の看板とっさに撮ったんだろう。ちいちゃんはここに来いって言いてんだ。そうなの？その店にエイジがいるってことか。トミー、これどうだ？分かると言ってくれ。別れ。ああ、大丈夫だ。わかるぜ。よかった。さすが。春日さん、そこに何も。そじゃ行ってみねえとわからねえ。急ぐぞ。ありがとな。ちゃんとお礼ね。大事。花輪さんの無念、あなたたちに託しましたよ。ああ。一番。さっきの写真、ギルティってクラブの看板だ。第5地区付近、バラクーダの勢力圏ど真ん中だけどな。また。行くにしても慎重にだ、春日。まさかとは思うが、また裏切られてるって可能性もある。今度は千歳によ。しっかり準備してから向かおうぜ。もう何もせずに行っちゃいますよ。さあ、着いた。ここだ、一番。クラブギルティ。ああ、ハワイの下品な店の中じゃ最高に金がかかるってところだよ。ギルティだな。なんだそりゃ。治安悪いな。お、ちいちゃんからだ。もしもし、俺だ。無事か、ちいちゃん。エイジを探してたの。うん。そうする以外したことを償えるやり方が思いつかなくて。ちいちゃん、見損なってもらっちゃ困るぜ。そんなことしなくたって俺らは。そうだ。お願い聞いて。エイジを見つけたの。クラブギルティの一番奥、ビップ席にいる。ああ、そうか。ご機嫌で飲んでる。周りはパレカナのギャングだらけ。そうか、分かった。ちいちゃんも中にいるんだな。なら俺らもすぐ行く。今度は俺らの番だな。エイちゃんを捕まえて絶対にラニを取り返すんだ。ああ。ねえ待って。なんだ。大丈夫なの？え？そんな簡単に私を信用して。今は仲間だ。私はエイジと一緒にみんなを騙してたんだよ。ちいちゃん、もしかしたら今度こそ一番のこと殺す気かもしれないんだよ。俺はちいちゃんを信じたんだ。なんか第5地区の中でもこんなやりとりした気がするな。ちいちゃん、俺の答えはあん時と一緒だ。そうだ。ちいちゃんを信用するって俺が決めたんだ。その結果がどうなろうが文句は言わねえ。俺はそういう人間だ。それにきっといい結果が待ってる。まったく人のいい野郎だ。待ってるよ、ちいちゃん。みんなで迎えに行くからな。無事でいろよ。聞こえたよってトミーに伝えて。ああ。ああ、じゃまた後でな。行こうぜ。ちいちゃん今行くからな。Hey, it's Kasuga. The hell are you doing here? Shut up. 中で連れと待ち合わせなんだ。ここ通してもらうぜ。Get out here. The balls on this guy. Hey, fellas. Looks like we got ourselves a new punching New bag. punching bag? It's you. 待ってろよ、ちいちゃん。行くぞ。行くぞ。Really pissing me off. やんのかこの野郎。俺の番だ。サクサク行くよ。受けてみな。おとなしくしろ。はい、オッケー。さあ、急ごうぜ。うん。結構広いのかな。行くぜ。うわうるせえな。うる
るせえな、音楽止めろ。あ、いるじゃない。やっぱり来たか。おーい春日さん、こっちこっち。これも演技だったらすげえけどな。どうなんだろう。さて、高みの見物といきますか。すぐそっち行ってやるから、まあ待っとけや。笑ってられるのも今のうちだ。行くぞ行くぜ。どんどこレーザーで終わりや。スキップ。オッケー。俺もまだわ。いや、すごいな春日さん。大したもんだよ。ラニをどこへやった。あの子はどこにいる。残念、もう死んじゃったよ。なんだと。てめえ嘘つくんじゃねえ。ああ、慰めにならないかもしれないけど、もうとっくに始末しちゃったから。そんなわけねえ。あんたたちがどんなに急いだって全然間に合わなかったんだよ。いや、嘘だ。騙されねえぞこの野郎。せっかく来てもらったのに無駄足だったね。ただもうここまでパーティーを邪魔してくれちゃったから、ただでは返してあげられない。帰るつもりもねえよ。俺と春日さんの中でもそれはさすがに無理。ここにいるみんなが納得できないよ。ちいちゃんか。あ、気が利くね。ちいちゃんラニを殺したなんて大嘘。髪切った。まあ、なんか決意を表してんだろうな。さっきまでお仲間とあの子をブライスに引き渡す相談してたくせに、覗き見盗み聞きは得意でもされるのは慣れてないみたいね。ラニはどこ。さあ、今頃海の底とか。まだ言うか。私が撃てないと思ってる。本当に撃つなよ。分かった分かった。まあちょっと落ち着こうよ。聞きたいんだけどさ、千歳はなんで俺がここにいるって分かったの？カバンに GPS の発信機を入れておいた。あんたが大道寺のセーフハウスへ来た時にね。そりゃ気づかなかった。よくやった。春日さん聞いた？こういう子なんだよ。何がだ。人を騙すはめるがまあうまくてね。天才的と言っていいんじゃないかな。素晴らしいじゃねえかよ。だから俺は千歳のチャンネルに目をつけた。A ちゃん腹立つな本当に。聞きたいことは済んだ。なら改めてこっちから質問。ラニはどこ。まいったな。ここからまた仲間になっていく展開あるのかこれ。まあトミーのようにはいかないか。あ、生きてるね。よかった。かわいそうに。今助けるからな。ちいちゃん危ねえ。あっ、この野郎。大丈夫か。おい千歳、大丈夫か。結構深くやられたな。なんだと。止血する。頼んだ。無茶するなちいちゃん。私はいいからラニを。怪我人はおとなしくしとけって。来たな。まったく人様に銃を向けるなんて、実家のご両親が見たらそっとするんじゃないか。親御さんを悲しませてはいけないよ。そんなことはね、自慢の娘だろうが。千歳、うっさい。バカ言え。こんな子持てたら親御さんは鼻高々だろうよ。ああ、そうだ。ダニを引き出せたのは大手柄だ。
ありがとな、じいちゃん。一番。さあ、ラニを取り返すぞ。もうよ、あんなぎゅうぎゅうに縛りやがってかわいそうに。本当だよ。私も戦う。どの口がって話なのは分かってる。じいちゃん。だけどお願い。分かった。頼む。無理はすんな。いいよな。もちろんだ。言い出したら聞かねえだろ。聞きやしねえこいつは。さっさと片付けてちゃんとした治療をしねえとな。よっしゃ。行くぞー。行きましょう。ショートカットのちいちゃんもいいね。はい、オッケー。何は逃がすかよ。クソ。行くぞ。邪魔すんな。急げ。え、しつこいよ。エイちゃん、くっそこいつ。ラニを返しちゃくれねえか。まだ A ちゃん呼びなんだ。さすがに無理ありませんそれ。腹立つわ。あんたとの今までのやりとり全部芝居なんですよ。ぶん殴りてこっちは内心ヘドが出る思いだったんだ。ヤクザとお友達ごっこなんてね。ヤクザに恨みがあるのはわかるが、怯えててかわいそうに。いいよ、春日さんがそう言うなら返してあげますよ。え？ただしこいつもセットでね。爆弾？お前ふざけんなよ。ああ、ダメダメ動いちゃう。こいつは衝撃で起爆するからくりなんだ。いやもうトラウマだよこれ。ラニーじっとしてないと。さてと、じゃあお望み通りラニちゃんをお返ししますよ。ブライスに引き渡してもどっちみち殺すだけですし、早いか遅いかの違いでしょう。おいやめろ、エイちゃん。やめろ本当に。その呼び方やめてもらえます？お前本当にただのクソ野郎なんか？おい、あ、うわ、どうなる？あ、あ、取れよ。うわ、取れ。うわ、あれ？てめえこの野郎。ほんと騙されやすいんですね。それ爆弾なんかじゃないし、衝撃で起爆もしませんよ。正解はこちら。どっち側にしろ一発殴るからな、てめえこの野郎。覚えとけよ。なんか出た。催涙か。目開けんなよ。もう最悪だよもう。でもラニーは返してくれんの？大したもんだ。でも残念。ちいちゃん、ラニー。結局連れてくんかい。うわちいちゃん、もううまくいかない。もうちくしょう。エイちゃん。ボンボヤージュ、春日さん。ちくしょう。ラニはこの先どうなるんだい？多分ネレ島に連れて行かれて、あとはブライスがどうするか。ネレ島か、どこにあるのかもわからねえパレカナの聖地。じゃあ
もう打つ手なしってことか。とにかくラニがかわいそうだから助けたい、早く。謝って済むことじゃないけど、ごめんなさい。全部私のせい。もういいんだよ。私は自分の身を守るためにエイジの言うことを聞き続けていた。わかる。いつか茜さんやラニを犠牲にするって分かっていたのに。聞かせてくれるか、ちいちゃん。エイちゃんやエビナについて知ってること、それにタタラチャンネルのことも全部隠さず話してくれ。そうだな。あのチャンネルには俺らも痛い目見せられた。そうだな。職失ってるからな。あの VTuber の中身って言ったらいいのか。それが千歳だったわけだよな。魂な。で台本はエイジが書いていた。はい。でもそれは3年くらい前からのことで、もともとはそれよりもずっと前、7年くらい前に私が個人的に始めたチャンネルなんです。まさかその時から告発系やってたってわけじゃないよな。はい。当時やっていたのは本当に他愛のないおしゃべりの配信でした。名前を考えて、見た目も自分で描いて、今みたいに動きもしない、本当にただの下手くそな絵でした。見た目も今と違ってたのか。今のはエイジがチャンネルの人気を上げるために大金出してイラストレーターに発注したの。なるほど。元々のデザインを引き継いではいるんだけど、露出が増えたり胸元が強調されたり、あのモデル相当高えぞ、あれ。工夫が入ってる。工夫な。まあそういう工夫に効果がねえとは言わねえ。お前からしたら嫌な思いをしただろうけどな。当時の配信はそれこそ10人も見てくれれば大盛況みたいな、本当にささやかなもので、でもそれが私は本当に楽しかった。わかるぞ。だって物心ついた頃から学校も習い事も家に決められた通りに束縛されてた。友達だと思っていた同級生がうちの父からお金を受け取ってたこともあった。家の中でもメイドに監視されて、何かあればすぐ親に告げ口されてた。それはきついな。そんな育ちをする子もいるんだな。そんな毎日の中で誰にもバレないように夜布団に潜ってスマホの明かりを隠して、たたら密かとして配信している時だけ私は私でいられた。そうだったんだな。変な話でしょ。いや、名前も姿も声まで変えてるっていうのに。全然変じゃねえ。タタラチャンネルはそんな感じで私が私のためにやってるだけのものだった。それが変わったのが3年前。何があったんだ。3年前の富士宮海運のタンカーが沈没した事故って知らない？船員20人以上が全員死亡した。ああ、あったな。覚えてる。あったんだ。コンテナの化石祭があったとかで一時期何回も謝罪会見してた。へえ、そんな事件が。富士宮グループの会長、私の父はね、事件のことを隠蔽するつもりだったの。ひでえな。そうだったのか。父が関係幹部にだけ出した隠蔽指示の文章を偶然見つけたの。自分の利益のために人の命を犠牲にして、その上それをなかったことにするなんて。まあ実際行われてるよね、そういうことは。私はその文章をテレビ局とか新聞社にありったけ送りつけた。無駄だろう。でも反応は何もなかった。それが現実だ。だから私はやけくそ半分でタタラチャンネルでそれを暴露したの。マジかよ。それでどうなったんだ。10人見てれば大にぎわいって配信だもの。当然何の反応もなかった。いや、反応はあったかな。急に何言い出すんだこいつって感じで、気味悪がって見てくれてた人が誰もいなくなっちゃうっていう。まあ無理からぬ反応ではあるわな。事件は季節外れの台風のせいってことで世間は納得しかけてた。そんな時だったの。私の前に三田村英二が現れたのは。それはメールとかじゃなくて目の前にってことか。そう。英二はもともと新聞記者だったけど、
ヤクザにはめられて将来を失ってた。エイジは私の動画を見てタタラが一族の身内だと見当をつけてた。そのうちの学生だろうってことまでね。その年頃に該当するのは私だけ。それでエイジが私に何をしてきたかっていうと、告発動画をもっと効果的に煽るナレーションの台本を渡してきた。なるほど。台本？賢いな。動画で何を喋るかってことかい？いかに富士宮が格差社会の上位にいるか、どれだけメディアを言いなりにさせてるかってね。その台本通りに改めて告発した動画は本当にバズった。ネットの情報も一定数の拡散に達するとメディアも無視できなくなる。その流れを見て隠蔽を指示されてた幹部の中に物証を持って垂れ込む人が出てきた。そうか。それが発展して俺が見た謝罪会見になったわけだな。はい。世間が騒ぎ出すと父は私がマスコミのいい標的になると踏んで、ほとぼりが冷めるまでハワイで過ごすように言いました。私がハワイにいるのはそういう経緯なんです。なるほどね。思わぬ形で羽を伸ばせる機会が訪れたってわけだな。いつもの格好、親御さん的にはひっくり返っちまうだろう。ああ、あのへそ出し？一応ね、あれは変装の意味もあるんだよ。だから親も了承済み。あ、そうなんだ。それは苦い顔をされたけどね。話をタンカー事件に戻すけど、エイジの指示に従った結果、富士宮グループはかなり手痛いダメージを受けることになった。正直その時はエイジを救世主だと思った。まあそう思うよね。この腐った家をぶっ壊してくれるヒーローかもしれないって。ちーちゃんの立場ならそう思うだろうな。そうだな。そいつが3年前の話だったとして、それからエイジと私は共同でタタラチャンネルをやっていくことになった。内容もいわゆる告発系にそこで舵を切ったの。エイジが持ち込んだスクープと台本でね。エイジの持ち込むネタはどれも精度が高くて、何より刺激的だった。優秀な記者だったんだね。偉い人、成功した人、人気のある人、そういう人たちの裏の悪事を次々と暴いていった。みるみるうちにチャンネルが注目されるようになっていって、登録者数なんていつの間にかとんでもない数になってた。俺らの知ってるタタラチャンネルに近づいてきたな。そうだな。正直自分はいいことをしてるって思ってた。マスコミも報じない、ずるく立ち回ってる悪い奴らを私たちが暴いてるんだって。まあ、リスクはありそうだけどね。だんだんエイジの持ってくる話がおかしくなってきた。ある時、元ヤクザが社会復帰するふりをして悪毒やってるっていう台本を渡されたの。最初はこれも真っ当な告発だと思ってたけど、何度か配信を続けるうちにだんだん普通に社会復帰しようとしてる人たちの過去の経歴までことさら暴き立てるようになっていったの。もう償いの住んでる過去の犯罪とかそういうこと。本性を表したってとこか。チャンネルが成長するの待ってたってことなのか。それまでの真っ当なスクープはチャンネルの信用を得るためのお膳立てで、本命はこっちなんだろう。たたら密かでいることがいつの間にかただ台本を演じるだけの時間になって、その上頑張って人生を立て直そうとしてる人たちの邪魔をしてる。私はいつの間にかたたら密かでいることの意味も目的も自分自身で手放してしまってた。もう耐えられなかった。だからエイジにもうチャンネルをやめるって言ったの。でもそうはいかなかった。あいつはその時初めて私の素性をいつでもバラすことができると脅してきた。なるほど。バックにはエビナっていうヤクザがいるとちらつかせながらね。そう言って次の台本を渡してきた。浜の英雄が元ヤクザを食い物にしてるってね。そういうことね。なるほどな。その後はもうみんなが知ってる通り。
一つ聞かせてくれ。それでもちーちゃんはエイちゃんに逆らおうとした。それは何でだ？茜さんはラニちゃんをたった一人で命がけで守ってた。もうだいぶお年でそんなに無理の効かないお体のはずなのに、それを知って自分が恥ずかしくなったっていうだけ。立派な理由じゃねえか。そうか。別にそれで今までチャンネルでやってきたことが帳消しになるはずもないし、英二にも面と向かって抵抗できたわけじゃない。茜さんたちを守るために一番に逮捕されてもらおうとしたりね。俺をハワイで身動き取れなくすりゃ茜さんの発見が遅れるって踏んだわけだな。もともと英二から言われてた命令は、茜さん家のハウスキーパーを装って一番に接近しろっていう内容だった。一番が茜さん発見のキーマンだから。けどちーちゃんは酔っ払った俺に襲われたから仕方なく撃退したってことにして、俺の身ぐるみ剥いでまで無所にぶち込もうとした。そう。私はスパイのプロでも何でもないから、英二にはトラブルが起きたんだからしょうがないでしょで乗り切る気だった。けど一番は桐生さんがあっという間に助け出しちゃって、第五地区を出た後でもう一度あなたたちの懐に潜り込むように命令された。今度失敗すれば私の秘密を富士宮に暴露するって警告付きで。なるほどな。結局私は家に知られるのが怖くて、みんなに打ち明けられずにいて、花輪さんとウォンを死なせて、茜さんとラニちゃんにも辛い目に遭わせてる。言い訳なんてしようがないのは分かってます。今はもう俺らに隠し事ないんだな。もうないよ。そうか。そうは言っても一度裏切ったやつは二度三度とやるもんだぜ。お前が言うかトミー。そうだよね。やっぱり虫が良すぎたか。そんなことはねえよ。おい、いいのかよ春日。俺は信じる。トミーの言うことは一理ある。一度裏切ったやつは次もってやつ。ただまあそのトミーも病を裏切って今ここにいるわけだけどな。そのツッコミを待ってたんだ俺は。ああそうかい。ちーちゃんさ、初めて会って俺の身ぐるみ剥いだ時、こいつだけは取らないでいてくれたろ。ああおやっさんの位牌ね。俺の大事な人の位牌が入ってて茜さんに渡したいって話、飯食いながらしたよな。だからこいつだけはそのままにしといてくれたんだろ。別に取るまでもないって思っただけかもよ。かもな。でも俺はすげえ感謝してんだ。こいつは本当に俺の大切なものだからよ。だから今言わせてくれや。ありがとうなちーちゃん。お前らしいや。泣ける。私が謝ってる側なのに何言ってんの本当。ありがとう一番。よっしゃ、これでこの件はチャラだ。だな。ラニがハワイ中のワルに狙われてて、それを茜さんが命がけで守ってきた。なのにそいつを放り出してやらなきゃいけねえことなんて他にはねえ。ああそうだ。みんな俺に手貸してくれ。二人を安心させてやろうぜ。おう。当たり前だろ。おい、今さら俺にそんなこと言わせんな。悪かったそうだよな。もちろん。じゃあおかえりだなちーちゃん。なら春日パーティー再結成の乾杯といくか。ああ行こうぜ。だな。じゃあ
乾杯。未だ状況は悪いままだけど、絆がさらに深まったね。千歳が仲間に加わった。まあ、ちいちゃんはもう大丈夫だな。この先、ラニはネレ島に連れて行かれるってことだったよな。そう。うん、そのはずだよ。私もその島がどこにあるかは知らないんだけど。それならきっと、茜さんが知ってるはずだ。もう目を覚ましてくれてるといいんだけどな。まだ病のところにいるんだよね。ああ、行こう。場所だけ聞いてこようかな。それで終わりかな、今日は。いやでもここでもいいかな。ここでもちょうどキリがいいな。ここでやめようか。ご視聴ありがとうございました。次回は茜さんにネレ島の場所を聞いて乗り込む感じかな。それかもしサブストーリーがあったら間に挟んでいきましょう。グッドボタンだけお願いします。グッドボタンの数が多いと投稿のモチベーションになりますんでお願いしますね。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあな。